にちは。ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は紙で立体の梅の花とうぐいすを作ります。梅の色の色画用紙を準備します。お皿の丸を利用して丸を描いていきます。お皿の縁に沿わせて丸く型を取りましたら、これに合わせて切っていきます。丸く切れました。この丸を半分に折り、でこの下の辺をちょっと半分の場所を知りたいので軽くちょっと折り曲げて、でここが丸の中心になりますので、ここからもう一度紙を折って、こちらの三角とこちらの三角がだいたい同じぐらいになるところで折ります。で裏に向けていただいて、この辺を先ほど折ったところに重ねていただきますと、だいたい3分の1に3つにですね折れました。この上の方を丸く切っていきたいと思います。いきなり切っても構いませんが、こんな感じで先に印を打っておくといいかと思います。こんな感じでね、だいたい丸くなっていれば大丈夫です。でこのまま切っていきます。するとこのようにお花の形になりました。折り筋に合わせて少しだけ切り込みを入れていきます。ちょっとだけこんな感じで折り筋に合わせて切っていきます。今これ5箇所入れました。で最後の1箇所は折り線を中心のところまで全部切ってこのようにいたします。梅の花らしく花びらをカールしていきます。お箸のような丸い棒を準備していただいて、この花びらの先ほどの丸く切った膨らみのところにお箸を乗せるようにしていただいて、このようにお箸の丸さに合わせて紙を曲げて、こんな感じで引っ張ると少しくるんとカールしていきます。これをすべて同じようにカールしていきます。でカールの方法はですね、ここがくるんと丸くなっていれば、どんな手つきでどんな方法でしていただいても構わないです。カールができましたら、梅の花が立体的になるように、あと花びらが5枚になるように、このように端の2枚を重ねて貼っていきたいと思います。でこちらの端の花びらに糊を塗っていって、花びら全体1枚ずつぴったり重なるような形で糊付けしていきますと、このように立体的になり、梅の花びらが5枚になりました。お花の中心、おしべにあたる部分を作っていきます。黄色っぽい紙を用意していただいて、この幅をですね、このできた梅に合わせて、だいたいこのくらいの長さのおしべにしたいなっていうところの幅で切っておきます。でこの長さの幅で切った紙を細長く切っていきます。一つのお花につき3本切ります。切った細長い紙の真ん中あたりに糊を塗って、
こんな感じでね折り曲げて、この折り曲げた先にこのりをつけるような感じにしていただいて、でこの折り曲げた中央のところがお花の中央に行くようにそっと置きます。でこの棒のようなもので、お箸のような棒のようなものでちょんちょんと押さえますと真ん中がくっつきます。あと2本もずらしながら同じようにしていきます。これで花の中心をつけることができて梅の花になりました。うぐいすを作ります。この雫型の紙を1枚、2枚、3枚、4枚切って体を作ります。くちばしにしようと思う黄色の色画用紙と緑っぽい色と白っぽい色の色画用紙を準備します。こちらを雫型に切り取っていきます。で、雫の形ですが、一番いいのはもう使ってなくなりそうになったセロテープとか両面テープのこの丸を片方キュッと潰して使うのが一番いいのですが、なかなか使い終わりそうな、もしくは使った後のね丸がないかもしれないので、その時はとにかくこのような雫型、涙型みたいなですね形になってればいいので、色画用紙でこのような形を切って型紙にしていただいてもいいかと思います。今日はちょっとこちらを使おうと思います。でこの片方をキュッと潰していただいて、このような雫型になりましたら、緑を3枚、白を1枚、これに合わせて切っていきます。白が1枚、緑が3枚切れました。まず体になる紙を貼っていきます。白1枚と緑1枚を出してきて、白がお腹のあたり、緑が頭から背中のあたりになるように、このように貼り合わせたいと思います。このように緑が上になるように、2つの丸みが外側に出るように貼り合わせました。貼って作った体を少し立体的になるようにカールしていきたいと思います。こちらが体の裏側になります。裏側の方に軽くお箸を当てていただいて、で手のひらに乗せるようにしてお箸を棒をこんな感じでこするようにしていくと、ちょっとでも折れちゃったね。これはやりすぎ。少し鳴らしますね。こんな感じで丸みを帯びさせることができます。残った2枚のうちの1枚は羽になります。羽も同じように少し丸みをつけていきます。最後の1枚は尾っぽになります。これをまず半分に折ります。でこのように半分に折りましたら、こちらの端の方を上に上げるようにもう一度折ります。この時にですね、この先の尖った方が同じ位置から折り目が出発するような感じで、こう斜めに折っていきます。そしてもう一回このように折ってギザギザとさせます。もう反対側も同じように折っていきます。谷に折って山に折ります。これはね、ちょっと扇形みたいな形に折れました。で尾っぽが折れましたら、少し広げていただいて、
この真ん中折り山が3本こういうふうにありますが、ちょっとくるっと裏返していただいて、根元の方に全体的に糊を塗ります。そうしてもう一度折りますと、折り目がしっかりくっつきます。そしてさらにこの体に尾っぽを貼っていきたいので、このようにね貼っていこうと思いますので、この貼られる方に糊をしっかりつけていただいて、ちょうどこの白と緑色の境目ぐらいのところにですね、このように尾っぽの根元を貼ります。こんな感じに貼れてきます。そうしましたら羽も貼りたいと思います。羽の位置はこの尾っぽの根元が隠れるように、この羽の尖った先がですね、この尾っぽの上に来ても可愛いかと思いますが、下に来てもいいかと思いますが、そのだいたい尾っぽのあたりにですね来るような形で、ここで糊をつけたいと思います。裏にしていただいて、つけたいとこだけ糊を塗ってもらって、この尾っぽの根元が隠れるように貼ります。でこの体のね丸みはこのまま残しておいてください。くちばしを作ります。適当な正三角形に、大体の正三角形ですね、適当な感じで、三角形になっていれば大丈夫です。少しくちばしにしたい大きさより大きめに切っておいて、で三角形の一辺の根元に糊をつけて裏から貼っていきます。このような感じでくちばしがつきました。くちばしの横に目を描いていこうと思います。こんな感じで丸く描いたら、光になるところをもう一つ丸を描いて、ここを塗りつぶしていきます。これでうぐいすも出来上がりです。飾り付けはこのまま梅の花をたくさん貼っていっても素敵かと思いますが、梅の花を貼るベースの枝があるとまたより良くなるかなと思います。茶色の紙を準備していただいて、適当に枝のような形に少しカーブを描くように切っていきます。こんな感じでザクザクと、ところどころですね、角を作るようにしながら湾曲していくように切っていきます。でこのようにですね、太いものがあったり、もしくは少し細いものがあったりとかしながら、何本か適当に作っていきます。ちょっとまっすぐに切ったら方向転換して、でまた方向転換して、このように何本か切っていきます。で何本か切れましたら、ちょっと適当にですね、このようにつなげるように並べてみて、で収まりがですね、いいものと悪いものとあるかと思いますので、これちょっと急に太く、こっちの方がいいかな。でもこのような感じで貼っていくとゴツゴツとした梅の木になるかと思います。貼るときはこのようなマスキングテープを輪っかにしていただいて、で見えないところにくっつけて貼るといいかと思います。で梅の枝が貼れましたら、同じように梅を貼っていきます。立体的になっているので、お花が本当に咲いているような形で少し斜めになるように貼ることができます。このように
あちらこちら向けて貼っていくとより立体的で華やかになるかと思います。そして枝に留まるような感じでウグイスを貼っていくといいと思います。でウグイスもですね、先ほど作った説明のように、こちらですとお目目が手前から見ると左側向いてますけれど、逆の形に貼っていけば反対側に向いたウグイスもできてきますので、変化をつけるとよりいいかと思います。ぜひ華やかに飾ってみてください。